今9000粒のスピードで機械が回ってますんで、約2万粒ちょっとですね。昔からの作り方は変えてないんですけど、30分1時間後でも美味しく食べていただけるように作りますんで。はい、いらっしゃいませ。キャベツと白菜ですね。今それを、フードカッターで、細かく粉砕してる。このままだとちょっと水分量が多いんで、脱水をかけてあげて、たらいで計量してます。キャベツの比率がやっぱり一番高いんですね。産地が変わり出すもので、その変わり目っていうのはどうしてもキャベツの質が変わっちゃうもので、その時々によってキャベツのその絞りを変えてあげたりだとか、考案作業でちょっと手こずってしまいますので、切り替わりの時はやっぱりちょっと注意深く、今まで使ってたキャベツより水分が多いのか少ないのか、多かったらちょっと絞りを強くしてあげないとダメですし、少ないんであればちょっと弱くしてあげないとあんがどうしても固まっちゃいますんで。約2万粒ちょっとですね。考案のスピードがだいたい今1時間でへぎで1時間今9000粒のスピードで機械が回ってますんで、青いへぎで今日だいたい380枚ぐらい作りますんで、途中で材料がなくなると機械止めないとダメなんで、なくなる前にあんも皮も、同時進行で、作っていくような作業になります。100キロぐらいですね、ちょうど。温度をみんな全部チェックして、生肉の温度と野菜の温度と、あと揚がったあんの温度ですねを一応チェックしてデータ取り、この温度だとあんまり機械に良くないとか、そういうのがあるんで。
冷やした水で、はい。じゃあ始めます。はい。なんかトラブルない限りは基本的にはもうずっといきます。この具がなくなったら補充してで、あとはもうずっとなくなるまで終わるまでいきます。基本的に止めたくないんで、これを初めて見た時は面白かったです。UFO キャッチャーみたいな。餃子に関しては全部冷凍で店の方に送ってますんで、これとあと向こうにもう1台急速冷凍機がありますんで、それで急速冷凍をかけて、工場はそのまま冷凍保管して、店から、注文が来た分を出荷っていう形ですね。
昔からの作り方は変えてないんですけど、餃子だと基本的にはニンニクが入ってるのが一般的なんですけど、うちの餃子に関してはニンニクが入ってないんですね。食堂さんみたいに焼きたてをこうすぐ出すっていうのよりも、惣菜っていう部類に近いもので、焼きたてをこう食べられる、すぐ食べられるんじゃなくて、お土産で持って帰られて30分とか1時間後にこう食べられるっていうのがほぼほぼの今うちのお客さんなもので、30分1時間後でも美味しく食べていただけるように、皮の組成だとかあんの味付けだとかは、しておりますので、そこがだから一般的な餃子とちょっと違うのかなっていう